バカな話ですよね。人生をあんなにも複雑に考えていたなんて。幸せになるには、もっとお金が、もっと地位が、もっと多くの友人が必要だと、そう信じ込んでいたんです。でもね、50を過ぎた頃、ようやく気づいたんですよ。本当に大切なものは、驚くほど少なかったんです。あの頃の私は、走り続けることが人生だと思っていました。立ち止まるのが怖かった。止まった瞬間、自分の価値が消えてしまうような気がして。でも今ならわかります。あの焦りの中にこそ、幸せを遠ざける原因が潜んでいたんです。人生を豊かにする鍵は、過去を受け入れる力なんですね。過去を消すことはできません。それでも、過去に縛られずに生きることはできる。私自身、何度も後悔しました。もっとこうしておけばよかった。なんであんな選択をしたんだろう。そうやって、過去ばかりを責めていた時期があったんです。でもね、ある日ふと思ったんです。たとえあの時に戻っても、きっと私は同じ選択をしていた。あの瞬間の私は、それが精一杯だったんだと。そう思った瞬間、胸の奥に張り付いていた後悔の膜が、すっと溶けていったんです。心理学では、それをセルフコンパッション、自分への思いやりというそうです。人は他人には優しくできるのに、自分には驚くほど厳しい。失敗した自分を責めて、反省と後悔を混同してしまうんです。でも、後悔は成長の証なんですよね。食いるほどに生きてきたそれこそが、人生を真剣に歩んできた証拠です。日本の文化には、わびさびという言葉があります。欠けた茶碗にも、古びた庭石にも、美しさを見出す心。それは完璧ではないものに、宿る味わいを大切にする哲学です。人の人生も同じなんですよ。傷やシワ、後悔や失敗それらがあってこそ、人は深みを増していく。完璧な人生なんて存在しない。不完全であることこそ、私たちを人間らしくするのです。夕暮れ時、街の灯が一つ、また一つと灯る頃、私はふと足を止めて、空を見上げました。あの頃は見逃していた、柔らかな茜色が胸に染みていく。人は、走るのをやめた時に初めて、世界の色を見つけるのかもしれませんね。人生を難しくしているのは、他でもない自分なんです。あれも、これもと抱え込み、持ちきれないほどの理想を背負って、まだ足りないと嘆く。でも、幸せってね、足すことじゃないんですよ。引いていくことなんです。ある研究によると、幸福感の高い人ほど手放すことがうまいそうです。過去の自分への執着、他人との比較、完璧さへのこだわり、それらを少しずつ削ぎ落としていくと、心の中に静けさが戻ってくる。私もようやく理解できたんです。過去を悔やむよりも、今、ここにいる自分を生きること、それがどれほど尊いことか。人は常に、もしもという幻に惑わされる。でも、もしもを生きるうちは、今を失ってしまうんです。だから、私は今日も言い聞かせます。あの時の私は、あれでよかった。その選択が、今の自分をここに連れてきたのだから、過去の痛みを抱えながらも、それを許すこと。その瞬間、人は初めて、本当の意味で自由になるんです。今を生きるとは、過去を切り捨てることではなく、過去を抱きしめながら歩くこと。その姿こそが、人間の美しさなのだと思います。夕暮れの光の中で、私は小さくつぶやきました。ありがとう。あの頃の自分に、不器用だったけれど、懸命に生きた自分に、それが全ての始まりだったと。学ぶのに遅すぎることなんてないんですよ。そう語るとき、彼の目は若者のようにきらめいていた。50を過ぎたある日、彼はふと筆を取った。若い頃に憧れていた習字をもう一度始めてみようと思ったのだ。震える指先で墨をすり、真っ白な半紙に筆を落とす。思うように線が引けず、苦笑しながら何枚も書き直す。だがその瞬間、胸の奥が久しぶりに高鳴っていた。これだと思った。何かをできるようになることではなく、学んでいるという感覚そのものが心を躍らせていたのだ。教室では若い人たちが笑いながら、
筆を走らせている。彼は少し恥ずかしそうに、それでも誇らしげに並んでいた。人生とは不思議なもので、年齢を重ねるほどに挑戦のハードルが上がる。今更、もう遅いと言い訳を積み上げて、自ら扉を閉ざしてしまう。でもね、人生は閉じなければ終わらないんです。人は新しいことに触れた瞬間、脳が若返ると言います。実際、東京大学の研究によると、60代で新しい趣味を始めた人は、始めなかった人に比べて、幸福度が約 1.8 倍高かったそうです。知識を増やすことは、脳の刺激だけでなく、心に明日への希望を生み出す。好奇心こそが、人間を動かす原動力なんですね。ある日、彼はこんなことを話してくれました。知らない世界に出会うたびに、心の奥で誰かがまだ生きていると叫ぶ気がするんです。その言葉に私は強く胸を打たれました。年齢を重ねると、もう知っているという思い込みが増えていきます。でも、知っていると思った瞬間から、人は学ぶことをやめてしまう。学びとは、知識を得ることではなく、わからない自分を認める勇気なのかもしれません。私たちは、情報に溢れた時代に生きています。ワンタップで答えが出て、何でも調べられる。でも皮肉なことに、分かった気になってしまうほど、心は満たされなくなる。本当の学びとは、検索ではなく体験なんです。例えば、風に揺れる、木々の音を聞く。一文字に込められた人の思いを感じる。そういう小さな経験が、心に新しいページを増やしていくんですね。学びは、心の呼吸のようなものです。息を止めて生きていれば、やがて心が酸欠になる。でも何かに夢中になる。瞬間時間を忘れて没頭できる。あの感覚。それこそが、人を若返らせる酸素なんです。私も思い返せば、長い間効率ばかりを追いかけていました。早く結果を出すこと。無駄をなくすこと。でも今なら思うんです。あの無駄の中にこそ、人生の彩りがあったのだと。遠回りした道の景色、失敗から学んだ痛み、それらがあったからこそ、今日という日が意味を持っている。ある老教授が、こんなことを言っていました。人は学ぶたびに、自分の知らなさに出会う。でも、その知らなさを怖がらない人だけが成長し続ける。彼の言葉は、静かでありながら、深く心に響きました。50を過ぎてから始めた習字。墨の香り、半紙の感触、筆の音。その一つ一つが、彼にとって新しい生きる実感だった。学ぶことに年齢制限はありません。むしろ、人生の経験を積んだからこそ、学びが深くなるんです。彼は笑ってこう言いました。もう手は震えますけどね。でも筆を持つと、不思議と心が落ち着くんですよ。その言葉に、人生の真理が宿っていました。新しいことを始める勇気。それは、過去に区切りをつける強さでもある。学びとは、未来への扉を開ける小さな儀式。そして、その扉の向こうには、まだ見ぬ景色が広がっている。だからこそ、私は思うのです。もし、人生が少し退屈に感じたなら、それは刺激が足りないのではなく、学びが止まっているだけかもしれません。ふと興味を持ったことに、手を伸ばしてみる。たとえ失敗しても、その瞬間、あなたの中の何かが確かに動き出す。人生の後半とは、もう一度好奇心を取り戻す時間なのです。そして、その好奇心が灯るたびに、心は再び若くなる。学ぶこと、それは生きることと同義なのです。若い頃はね、もっと欲しい、もっと上を目指したいって、それが生きる意味だと思ってたんです。でも、気づけば何もかも抱えすぎていた。物も、関係も、プライドも、心の中はいつも、どこか苦しかった。50を過ぎたあたりからでしょうか。少しずつ手放すことを覚えたんです。使わないものを処分したり、無理に付き合っていた人間関係を整理したり、もう頑張らなくていいと自分に言えるようになった。不思議ですよ。そうやって手放していくうちに、心がどんどん軽くなっていくんです。豊かさって多くを持つことじゃない。もう十分だと思える。心のことなんですね。今の私は、朝起きて、
火の光を感じるだけで幸せを感じるし、温かいご飯を食べられるだけで感謝が湧いてくる。昔はもっとばかりを追いかけていたけど、今はこれでいいと思える。本当に必要なものはずっと前から自分のそばにあったんです。そしてようやく心から言えるようになった。ありがとう。これまでの人生悪くなかったって。